でも、一部には絶対やった方がいい時があるんですよ。これが手術をしないことで後悔しちゃった人っていうことですね。眼科医の平松です。今日は白内障手術避けられる人、はたまた白内障手術やった方がいい人についてお話ししようと思います。白内障手術をしないで済む人なのに、本来はやんなくてもいいのにやって、後悔しちゃったなって人もいらっしゃいます。はたまた逆に白内障手術やんなきゃいけない状態なのにやらないで、あの時やっとけばなっていうふうに後悔する方もいるんですよ。どっちって思うかもしれないけど、それぞれ状況があるので、それを知っておけば、このタイミングは逃しちゃダメだよとか、ここは焦んなくていいよっていうのを知っていただけるので、最後まで聞いていただければと思います。そもそも、白内障って何ってとこからお話ししようと思います。分かってるよって人もいると思いますけども、基本です。目の玉、これ目の玉ね、模型開けまして、この目の玉の中には、水晶体っていうレンズが入ってるんです。このレンズが白くなることを白内障と言います。また、状況によっては白くなりながら、レンズがちょっと厚くなってくる。厚みを増してくるっていうことも、よく起こることとしてあります。なので、白くここがなってしまったら、見づらいですよね。前から入ってくる光が奥まで届きにくくなってしまう。そしたら見えないよね。当たり前といえば当たり前の話です。だから、白内障は見づらくなります。いや、実は私の母親も白内障になったことがあるんですよ。私も白内障になっちゃうかもしれないんですね。っていう患者さんがいるんですけど、いや、みんななります。っていうのが答えなんですよ。実は、白内障にならない人って基本的にいないと思ってください。もう、年80超えてくれば、ほぼ 100% の人が白内障にはなっているっていうもんなんです。いや、でも私70近い80とかだけど、眼科で白内障だって言われたことがないよって人もいると思うんですよ。でもそれは、わざわざ白内障ですと言わないだけで、いや、あるんだけど言わないよってこともあるわけですよ。これ、よく私が例えて言うのは、白髪ですね。白髪がちょっとだけあるときって、美容室とかで、白髪ありますよとかってわざわざ言われないじゃないですか。仲が良くてもね。まだ、仲良くない美容室とかだったらね、どんなにあっても言われないと思うんだけど、仲良くなって、いや、染めるとかなんとかって軽く話せる間柄になったとしても、白髪ですよって言われないわけですよ。でも、ある程度白くなってくると、どうしますそろそろ染めてもいいと思うんですけど、みたいに言われるわけじゃないですか。言わないとこも多いと思うんだけども。なので、そういう感じなんですよ。白内障っていうのは、手術しなきゃとか、するのも検討する時期だよねってなると、医者は、ありますよってわざわざ言うわけですよね。でも、そうでなければ、それなりの年齢だから白内障あるのなんとなく分かってるでしょって前提で、わざわざ言わないってことが結構あるんですよ。だから、A クリニックに行くと別に白内障のこと言われませんでした。B クリニックに行くと白内障だと言われました。いや、A クリニックは白内障が見つけられなかったのか。いや、違うんですよ。わざわざ言わなかったってことが結構あるよっていうのが、まず白内障のあるなしってことなんですね。じゃあ、手術をするしないっていうのはどういう基準があるんですか？まず、視力いくつになったら手術なんですか？この基準、ありません。普通、血圧とかも100いくつになったら血圧下げましょうとか、高脂血症もこれ以上が高脂血症だから治療しましょうとか言うじゃないですか。白内障はその基準が明確にはないんですよ。例えば視力 1.0 で手術する人もいます。例えば視力は 0.5 だけど手術しないで様子見る人もいるんですよ。これなんでっていうと、白内障手術は確かに安全性の比較的高い手術です。でも、どんな手術でも 100% というのはないわけですよ。また、あなたが何歳まで生きるかってわからないわけですよね。例えば視力が下がってきて、そろそろ手術する頃合いだとしても、全身状態が悪くて、非常に辛い状態にある人をわざわざ白内障までする必要がある。例えば、余命宣告も受けているって人で、残った時間を白内障手術に使う必要がある。もちろん明るくなって幸せになったって人もたくさんいるんで、正直、余命数ヶ月ですって言われたから手術したいですって人をしたこともあるんだけども、考え方によって、だから、じゃあ一生しないで済むよねって考え方もあるわけじゃないですか。だから、絶対的に視力がいくつになったらやりましょうっていうもんではないと。でも、一部には絶対やった方がいい時があるんですよ。これが
手術をしないことで後悔しちゃった人っていうことですね。やった方がいい人になります。それはどういう状態というと、一つ目が白内障が原因で他の病気になっちゃう状態ってことです。白内障になって他の病気になることあるの？あるんですね。代表的なのが緑内障っていう病気です。緑内障というのは目の硬さ、眼圧、っていうのを原因として神経が悪くなって視野が欠けてしまうっていう、こんな病気なんですよ。じゃあどうすればいいかっていうと、その白内障をなくしてあげるっていうことで眼圧は下がるよねっていうふうにやることもあるんですよ。じゃあ緑内障の人は全員白内障するか？違うんですね。実はある特定の緑内障の人に白内障が関係してくるんです。それが目の玉の水の流れが悪くなっちゃうっていうタイプの人です。目の玉って目の奥から黒目の栄養がいってで流れてくる。この一連の流れがあるんですけど、さっき白内障がちょっと熱くなるよねってお話ししました。熱くなってしまうと、この排水口をこのレンズが抑えちゃう。実際抑えるわけじゃないんだけど、間接的に抑えるような役割をしてしまって、流れがよどんでしまうんですよ。すると、どんどん目に水溜まるじゃないですか。でも、どんどん溜まったからといって眼球破裂できないので、どっかにダメージを逃がさなきゃ。逃がすところがこの神経だったりするんですよ。で神経がそれで結構ダメージを受けて、見える範囲が悪くなっちゃうとか、体薬失明してしまうっていうのがあるね。特にひどいとこだと、緑内障発作とかって言ったりして、夜とかに突然目が痛くなって救急車呼ばなきゃみたいに調子悪くなっちゃうことがある。このぐらいの状態になっている人は、そういう発作を起こす緑内障になる前に、もうその前には手術をした方がいいよねっていうふうに言われます。この場合、やっといた方がいいですね。ただ、わかりにくいんですよ、この時。緑内障になりそうだから、または緑内障だから白内障手術をしましょうって言われて、納得できます？普通、胃の病気だから腸を取りましょうって言われたら、何言ってんだって思いますよね。白内障、緑内障があるから白内障を取りましょう。はってなりますよね。ここまで話を聞いたあなただったら、そういうことなのってわかるんだけど、一般の患者さんにしてみると、もうわけわかんないってなるわけですよ。なので、なかなか患者さんの理解が得づらくて、患者さんにとってみると、もう発作寸前の状態の人って、視力は下がってんのっていうと意外といいんですよ。視力 1.2 とか見えたりするんですよ。私視力 1.2 でバッチリ見えてます。それなのにあの医者は白内障手術を進めてきて、やぶ医者だみたいな感じになっちゃうんですよ。ちょっとなかなか説明が難しくてね、それをきちんと説明しきらないと、やぶ医者認定されちゃうっていうのはこの緑内障発作寸前の状態ってことですね。なので、そこを理解して、もちろん、どのぐらいの厚みだと手術した方がいいとか、どのぐらいだとまだ大丈夫っていうのが、別統計にあります。例えば、その前方の厚みが 1.7 ミリを切ったらさすがに考えた方がいいよとかね、2ミリを切ってくるとそろそろ考える時期かなとかっていうね、一つの基準はあるんですけど、そういうのを基準としながら、ちょっと考える。緑内障になっちゃうとかね。あとまた、水晶体誘拐性ブドウ膜炎とかって言ってね、目の炎症が起きちゃうとかってこと。ちょっとこれは稀なんであんま関係ないですけど、そういうような状態になっちゃうってことが、まず1個目ですね。これはもう、早めにやった方がいいです。2つ目としては、さすがにそろそろやった方がいいよって時あるんですよ。私の患者さんとかでも、もう見えなくなりましたって言ってきて、家族とかに手でね、もたれてきて、歩くのも辛いですみたいな。白内障なんですよ。いや、これ、昨日今日なったわけじゃないよねって。いや、確かに最近見づらくなってきた。いや、最近って言ってもそんなじゃないよね。つまり、あまりにも悪くなりすぎて、もう日常生活もままらなくなって、逆に眼科行けなくなっちゃうぐらいになることもあるんですよ。なので、そこまでなるような状態の前にはやった方がいいですね。なので、もうなんか結構見づらくなってきたなとか、0.2 切ってきたなとか、0.1 になってきたなとか、メガネかけてもね。ってなってくると、さすがにそろそろ考える時期であることが多いです。もちろんそれは主治医の判断にもよってくるんだけども、ギリギリまで待とうってやりすぎると、もっと手術大変になったりいろいろするので、ちょっと手術も考えなきゃいけないよねって感じになりますね。日常生活がね、ダメにならないとしても、手術の難易度がこれ以上だとさすがに上がっちゃうよっていう時もあるんですよ。すると、そこら辺の主治医の判断によって、ちょっと取った方がいいか
なってくる。次のこととしては、逆ですね。これ手術避けられるんじゃないって人もいるんですよ。実際、患者さんで手術をしてみて、なんか思ったほど良くならなくて、むしろやんなかった方が良かったなって思っちゃうんですって人もいらっしゃるんです。これ何かっていうと、一番多いケースとしては、お友達が白内障しました。すごく見えるようになりましたって話聞くんですよ。あの先生いいよ、ぜひ受けてきたら、わかりました。じゃああの先生のとこ行こうっつって言って。どうですか、白内障ありますか、私もそうね。白内障ありますよ。じゃあ手術した方がいいですか、明日もういいんじゃないですかね。じゃあ手術受けます。手術受けました。あんまり変わらないね。なんかむしろ、もうちょい手前が見えた気がするんだけど、なんか見づらくなってきたし、これ何ってなることがあるんですよ。これどういうことかっていうと、白内障手術って、すごく良くなるってイメージを持たれる方が多いんだけど、そういう方っていうのは、元が悪い方なんですよ。0.2 の視力の人が 1.0 になると、それはもう感動ですよね。1.0 の人が 1.0 になったらどうです？はあって感じですよね。つまり、その差分によって、見え方が変わってくる。つまり、じゃあ 0.2 の時手術したら 1.0 になったんだったら、0.2 の時手術したら 2.0 になるとか、そういうんではないんですよ。あくまで到達点はだいたい 1.0 ぐらいになるわけなんですよ。1.2 とかもあるんだけど、基本 1.0 ぐらいと思ってください。なので、このギャップが少ない場合、感動度が薄くて、割にやった大変度とか、やっぱり手術というのを受けることで、なんとなく不調になる方っていうのもやっぱり一定いらっしゃるわけですよね。だとすると、何でもかんでも、なんか手術をすれば良くなるんだ。簡単な手術だから受けた方がいいというふうに安易に考えるのは、逆効果になってしまって、後悔することがあります。で、医者側としても、白内障ありますかって言われてある。じゃあ、手術しましょうか。じゃあやりましょうかっていうふうになることも結構ありますし、結構積極的にそんなに白内障ひどくなくてもガンガンやりましょうっていう、やっぱ医者もいるわけですよ。それは悪気がある人もいるし、悪気がない人もいて、いや、もうね、白内障っていうのは早くやった方があなたのためだからっていう信念を持ってやってんだけど、患者さんにとっては、あれなんか違うなってなっちゃうんですよ。っていうことがあるので、今のあなたの視力がそんなに悪くないです。そして、さっき言った緑内障になりそうだとか、そういうことでもないという状態だったら、無理にやらなきゃいけないわけではないっていうことですね。もちろん、あなたが 1.0 見えてるけど、生活に不自由があるとか、眩しくて辛いとか、何らかあれば別ですよ。なんだけれども、なんか周りのお友達が受けたとか、なんか白内障すると良くなるかもっていう感じで受けてしまうと、やっぱりそれは満足いく結果にならないことがあるんですね。やっぱ汚れたレンズを取って代わりに人工のレンズを入れるんですけど、やっぱ人工物はやっぱ人工なんですよ。人間の目にはかなわないんですね。そうでもないのに一応受けるっていうのは、あんまりやらなくていい可能性があります。だから焦ってやらずに、きちんと主治医と相談して、治療は検討された方がいいかと思います。これはどちらの患者さんもいるんですよ。だから、ぜひぜひちょっと知っといて、で、あなたも絶対白内障になります。そして、いつかこの問題に直面しますんで、覚えておいていただければと思います。今日は白内障手術、そもそもやらなくて良い人、そしてやって、後悔する人、ね。一方で、やんなきゃいけないよっていう人、で、やらないで後悔する人っていうのがいますので、覚えておいていただければと思います。今後も白内障の話、緑内障の話、いろんな情報をアップしていくんで、ぜひチャンネル登録、ベルマーク押してくださればと思います。よろしくお願いします。